主たち、毎日勤勉に頑張っておるかの？ケンスクール公式 VTuber、ケンのちえりじゃー。ふふん。お主たち、いつもと違うわしの姿にびっくりしたのではないかの？この小さいちえり様は、わしが Adobe キャラクターアニメーターというソフトで動かしてみたものなんじゃ。まだ勉強を始めてから1週間しか経っておらんので、少し不格好じゃが可愛いじゃろ。パーツ分けしたイラストがあれば比較的簡単に動かすことができるので、わしも今ハマっておるんじゃ。こういうのもお主たちの世界でいうセルフジュニクに当たるのかの。 2D キャラを動かすというとライブ 2D が有名じゃが、 Adobe キャラクターアニメーターはライブ 2D より簡単ながら、ライブ 2D のように顔認識や音声認識でキャラクターを動かすことができる超高機能なアニメ作成ソフトなんじゃよ。これから VTuber になってみたいけど、ライブ 2D は難しくてというものにも非常におすすめなのじゃ。今回はこの Adobe キャラクターアニメーターを実際に触ってみるぞ。早速 Adobe キャラクターアニメーターを起動してみるぞ。ホーム画面の上の方にはチュートリアルの動画が並んでおる。まずはここを見て使い方を学んでいくのじゃ。動画は英語じゃが、日本語字幕が設定されておるので問題なく理解できるぞ。その下にはパペットの例が並んでおる。チャットにクロエにココロボット、たくさんおるのう。お、わしと同じケモ耳のキャラもおるぞ。セバスチャンというのじゃな。セバスチャンという名前は羊のイメージがあるのじゃが、まあそれはいいとして、今回はこやつを選んでみるのじゃ。おお、セバスチャンが動いておる。パソコンのカメラとマイクでわしの姿を認識しておるのじゃな。おお、髪だけでなく耳も動くようになっておるのじゃな。細かいのじゃ。こやつにはトリガーが設定されておるようじゃな。試しに数字の1を押してみるのじゃ。頬が赤くなったの。では2を押してみるのじゃ。おお、目が怯えておる。もう一度同じ数字を押すと解除されるようじゃな。ではどのような設定がされているか見てみるのじゃ。セバスチャンはこのように細かくパーツが分かれておるようじゃ。よく揺れると思っておったが、髪の毛だけでも細かくパーツが分かれておるの。自分が動かしたいと思っている絵と近い絵を探してパーツ分けを参考にするといいぞ。ケンのちえりチャンネル。今度はわしがミニキャラを実際に動かしてみるのじゃ。今回やりたいことはまばたきさせる、口をパクパクさせる、前髪を揺らすの3つじゃ。わしはこんな風にレイヤー分けをしてみたぞ。Adobe キャラクターアニメーターにはレイヤー面を見てパーツを自動的に認識してくれる機能があるのじゃ。自分が動かしたいキャラに似たサンプルを見ながらレイヤー分けをしていくといいぞ。パーツは左右もそれぞれ別に作るのじゃが、この時左と右の名付けに気をつけるのじゃ。キャラクターから見て左、右と名前をつけるのじゃぞ。目はレイヤーを2つ作ったのじゃ。開いている目をアイボール、閉じている目をブリンクにしたぞ。口はニュートラル、スマイル、サプライズドの3種類を用意したぞ。髪は前髪とサイドパーツの3枚に分けてみたぞ。ではこの PSD ファイルを Adobe キャラクターアニメーターに読み込ませると、おお、まだ何もしていないのにわしの目と口が動いておるぞ。ちょっとふわふわしておるわ。ちと大きすぎてはみ出しておるの。
スケールを小さくするのじゃ。プロパティウィンドウのトランスフォームから大きさをいじれるぞ。今回は 50% くらいでちょうどいいじゃろう。これだけでとても可愛いのじゃが、ふわふわが気になるの。まずはこのふわふわをなんとかするのじゃ。パペットウィンドウのボディホルダーを選択して、下のピンツールを選択じゃ。そして腰のあたりをクリックすると固定という文字と白い丸が出てきたの。この状態で録画画面に行くと、腰が固定されて浮かなくなったのじゃ。地に足がついていないと落ち着かんからな。これで先に進めるの。ではまずはまばたきをさせるぞと思ったが、すでにまばたきはできておったな。レイヤー名をしっかり設定しているので、勝手に目のパーツを認識してくれておるわけじゃ。これは楽でいいの。つまりこのままでもわしの顔を認識してまばたきしてくれるのじゃが、より勝手にまばたきしてくれる方法を紹介しておくとしよう。パペットウィンドウのファイル名の横をクリックするとビヘイビアを追加できるぞ。ここから自動まばたきを選ぶのじゃ。すると右側のプロパティウィンドウに自動まばたきが追加されたじゃろ。ここの数値をいじるとまばたきの頻度を設定することができるぞ。例えばこの毎分まばたきを120にすると、まばたきの回数がかなり増えたな。あまり激しくすると気になってしまうので、ほどほどにしておくのがいいのじゃ。30に戻しておくのじゃ。次は口の動きじゃな。口もすでに動くようになっておるので、もっと細かく動かす方法を紹介するのじゃ。マウスのレイヤーフォルダーを選択した状態で右のプロパティウィンドウを見てほしいのじゃ。ニュートラル、スマイル、サプライズのレイヤーにそれぞれニュートラル、スマイル、驚きといったタグがついておるの。その上に M や S などのタグもあるのがわかるかの。今回は3種類の口しか用意しなかったが、これらのタグを細かく設定していくと、より自然な口の動きを表現してくれるようになるというわけじゃ。最後に前髪を揺らしてみるぞ。ヘアーフォルダ内のレイヤーを選択して、下にあるダングルツールを選ぶのじゃ。オリジンと書いてある緑色の丸を髪の付け根の方に移動して、顔の下あたりをクリックじゃ。ダングルという丸ができたの。ここで録画画面に移動すると、体が思うように動かぬのじゃ。動きがカクカクじゃの。そうじゃ、大事な設定を忘れておったのじゃ。レイヤー名の左側をクリックすると王冠マークが出てくるじゃろ。これはそのレイヤーを独立させて動かすという意味なのじゃ。さっきはこれをつけなかったのでレイヤー全部がくっついてしまったわけじゃな。いやー、失敗したのじゃ。ちなみに PSD ファイルを作る際にレイヤー名にプラスをつけておくと勝手に王冠マークをつけてくれるぞ。目や口のレイヤーにはつけておったのにすっかり忘れていたのじゃ。思うように動かなかった場合は動かしたいレイヤーに王冠マークがついているか確認するといいぞ。では改めて録画画面に移動すると、どうじゃ、髪がゆらゆらと揺れておるのがわかるかの。絵を描く際、髪のパーツを分けるのは非常にめんどくさいと思うのじゃが、細かくすればするほど自然な髪の揺れを表現できるようになるぞ。どうじゃ、これだけならとっても簡単じゃろ。大した設定はしておらぬが、学習動画やゲーム実況などの動画には十分使えそうじゃの。で、さらにパーツを細かく分けて設定していくとじゃな。お主たち毎日勤勉に頑張っておるかの。ケンスクール公式 VTuber ケンのちえりじゃ。こんな風に動けるようになるのじゃ。後ろの髪やシ
尻尾も揺れるようになっておる。腕はドラッグすれば動かせるし、ダブルキーを押せばウインクして星が現れるようになっとるぞ。パーツ分けが細かくなればなるほど絵を描く作業が大変になってしまうが、その分たくさん動けるようになるのじゃ。自分のキャラが動くととても面白いぞ。みんなもぜひ試してみてほしいのじゃ。どうじゃ？アドビキャラクターアニメーターは面白いソフトじゃろ？ただこのソフトを使うにあたり一つ注意してほしいことがあるのじゃ。実はな、このアドビキャラクターアニメーターは単品では販売されておらぬ。アドビクリエイティブクラウド、通称アドビ CC のコンプリートプランを申し込むと使えるようになるソフトなんじゃ。アドビ CC はフォトショップやイラストレーター、ドリームウィーバーのようなデザイナー必須のソフトの他にも、プレミアプロやアフターエフェクトといった動画編集ソフトに超簡単な 3D と 2D の合成ソフト、アドビディメンション、アドビストックやアドビフォントといった便利な素材も使えるようになる大変お得なサブスクリプションサービスなのじゃが、まあやや価格が高いのがネックでの。実はここだけの話なのじゃが、ケンスクールはアドビスクールパートナーに認定されておっての。ケンスクールのウェブデザインコースを受講すれば、なんとアドビ CC を受講生特別価格で購入することができるんじゃ。お得じゃろ？アドビ CC には7日間の無料お試し期間もあるゆえ、ぜひいろいろなソフトを試してみてほしいのじゃ。ほい、今日の動画はここまで。チャンネル登録と Twitter のフォローは優秀なお主たちなら当然してくれておると思うので、この動画に高評価をつけ